はい、それではまず生地を作っていきます。今回のテーマの検証が、お砂糖でどうパンって変わってくるのかなっていうことで、一つはお砂糖を入れない生地、もう一つは、レシピに書かれている適正量のお砂糖を入れる生地、もう一つはお砂糖をたくさん入れる生地で、どう違いが出てくるのかなっていうのは今日は検証したいと思います。で、今回使う材料が強力粉 100g、 お塩 2g、 イースト 2g、 あとお水が 70cc、 あとはバターを 8g 使っていきます。それでは生地作っていきます。こねていきます。生地まとまってきたのでバターを加えていきます。それでは生地がこね上がったので発酵に入れていきます。はい、それでは次の生地は粉の量に対して 10% の、お砂糖を入れる、生地になります。だいたいレシピに書かれているのは 10% 前後が多いですね。なのでレシピ通りの配合って考えていただいて大丈夫です。お水もさっきと同じ量 70cc を加えてあげて全体混ぜてあげます。それではこねていきます。生地まとまってきたのでバター入れていきます。生地がまとまったのでこれも発酵に入れていきます。はい、最後に、お砂糖をたっぷり入れる生地ですね。今回は 100g の粉に対して 30g、30% の、お砂糖を使ってあげます。お水の量は一緒の 70cc でやっていきます。もうべちょべちょなの分かりますかね。粉の量と水の量が一緒なのに。本当にまとまるんでしょうか。すごい水っぽくてベトベトで、はい、ここで分かったこと一つあります。ベタベタしすぎて絶対まとまる気がしません。この生地、ね、大変だからまとまってないけどもバター入れちゃいます。これはひどいはい、それではちょっとこね上げるのが無理なので軽くまとまった状態で、発酵に入れていきます。このベトベト加減すごくないですか？やばい、こねにくすぎる。てかもうこねられないです。はい、それでは発酵が終わりました。こちらの生地が一番最初に作ったお砂糖が入ってない生地ですね。しっかり膨らんでます。こちらの生地がお砂糖が 10% 入ったレシピ通りの、生地です。こちらもしっかり膨らんでますね。あとはこちらお砂糖が 30% 入った生地です。見ていただくと全く膨らんでないです。
かかわらずもう、このまま進んじゃいます。全部重さ合わせますね。40g に全部じゃあ重さ合わせて見てみたいと思います。それでは生地が丸め直せたので、これから発酵に入れていきたいと思うんですけれども、分かりやすくするようにちょっと区分けしておきました。こちらの一番左側、目印になり余った生地ちょっと乗っけてます。これがお砂糖が全く入ってない生地。真ん中、お砂糖が 10% 入ってる生地。一番端っこ、お砂糖が 30% 入ってる生地に分けています。これで2次発酵終わってから焼いて、焼いた時にどういう違いがあるのかな、味にどういう違いがあるのかなっていうのを、今回は確認していきたいと思います。それでは2次発酵終わった生地ですね。中見てみますね。焼く前の感じ、これがお砂糖入ってない、レシピ通りお砂糖めっちゃ入れた、こんな感じです。じゃあこれを180度で焼いていきます。はい、それではパンが焼き上がりました。こちら側からお砂糖の使ってない生地、レシピ通りお砂糖を使った生地、あとはお砂糖の量を多くした生地の順番に並んでます。はい、このお砂糖を使ってないお砂糖を使ってない生地は焼き色がつきづらいですね。パンの生地の中に糖分が残ってるほど、焼き色になってくれるので、白く仕上げたい生地はお砂糖を、少なめにしたり使わないっていうのがポイントになりますね。断面はこんな感じですね。ふっくらと仕上がってるけれども、お砂糖の保水性が使われてない分、ちょっと乾燥しやすいようになってます。こちら分量通り加えたやつですね。焼き色も、しっかりとついてるし、全体的にねついてます。で、ふんわり仕上がってます。お砂糖って保水性が高いので、お砂糖を使った生地ほどもっちりとふんわりと仕上がるようになってます。中身見てもらうと、お砂糖の保水性があるので少ししっとりと仕上がるような特徴があります。これお砂糖をいっぱい入れた生地ですね。焼き色やっぱり強くついてますね。その分お砂糖を多く使ってるからです。で、ボリュームも他の生地と比べたら、ちっちゃいです、ね。お砂糖を入れすぎるとイーストの水分をお砂糖が持ってってしまって、イーストの細胞が壊れちゃうんですね。イースト死ぬ原因になります。なのでお砂糖を使いすぎると発酵がしづらくなる、もしくはしなくなるっていうのが言えるので、ボリューム感の膨らみの少ない生地に仕上がってしまうっていうのがこちらの砂糖を多く使った生地のポイントになります。中開けるとやっぱり発酵が他の生地に比べてしない分、目の詰まった生地になります。で、お砂糖が多いのでその分保水性が強い、いつまでもしっとり感が続きやすい生地になります。はい、見ていただいてありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お砂糖の使い方によってパンの焼き方とかこね方違うよっていうのが、分かっていただけたらいいなと思います。この動画いいなと思った方、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしければ他の動画もぜひ見てみてください。リクエストとかもお待ちしてますので、コメント、いただけると嬉しいです。それでは失礼します。